今日は結論からいきます。アップトーバーは失速しました。しかし今は焦る場面ではありません。むしろ静かに積み上げる人が次の強い相場で報われるタイミングとなってきます。なぜなら価格が止まっている裏でビットコイン、イーサリアム、リップルの基盤が確実に強化され続けているからです。こんにちは、桜井です。仮想通貨は静かな時ほど次のステージに入る準備が進みます。今日はそのサインをニュースと僕の分析を交えながらお伝えをしていきます。まず問題提起からしていきます。最近こんな声が増えています。アップトーバーが終わって拍子抜けした、また相場が停滞してしまうじゃないか、金利も読めないし怖い、そしてチャートだけを見て悲観的になる人も多いんです。ですがここで一つ投資で大切な視点を共有したいと思います。それは短期的な騒ぎよりも本質的な価値、これが積み上がっているのか、これを見極めるということが大切になります。結局価格というのは後からついてきます。では背景のニュースです。まずビットコイン、日本で国のエネルギー機関が関わる形で 4.5 メガワット級のクリーンマイニングが始動しました。重要なのは余剰再生可能エネルギーを使う点です。電力が余る時にだけ稼働し、必要な時は止まる。つまり電力インフラとビットコインが対立ではなく補完関係に入ったということになります。今までビットコインは電力を無駄にする存在という批判がされてきました。しかし日本から電力安定化に役立つ資産という見方が出てきた。これは世界に向けたメッセージと言えます。ビットコインはただの投機対象ではなくなる方向に着実に進んでいます。次にアップトーバーの失速です。ビットコインは月間で約 4% 下落、イーサやソラナも 10% 前後の調整、強い10月と言われるはずが期待外れに終わってしまいました。しかしマーケットは冷静です。暴落ではなくただの調整です。ETF から資金流出もありましたが、パニックではなく利益確定の時間という印象です。僕の見方は非常にシンプルです。強気相場は一直線では来ません。時々静まり返るからこそ次の波が大きくなるんです。続いてイーサリアム、12月3日不作アップグレードが正式に決まりました。このアップデートではピアダスという仕組みでデータ処理を効率化します。ガスリミットの引き上げ、データ容量の拡張、これはレイヤー2エコシステムの飛躍、これを後押しします。価格は発表後に下げました。一見ネガティブに見えますが、ここに面白い事実があります。歴史的に見て、イーサリアムは大規模アップデート直後よりも準備期間と数ヶ月後に上がりやすい傾向があります。つまり今は調整を恐れるより準備期間として捉える方が合理的です。そして XRP、リップルのステーブルコイン RLUSD が欧州のビットパンダに上場。国際送金とステーブルを組み合わせる動きが徐々に形になり始めています。さらに大口投資家が押し目買いを続けています。XRP は歴史的にも大口が買い始めた時に動きが出やすい。ある分析では 3.12 ドルというシナリオも取り上げられています。もちろん確定ではありません。しかしネットワークの利用が増えれば価格は自然と後からついてきます。ここで意外な事実を一つ。過去10年間で仮想通貨市場が最も大きく上昇したタイミングは派手なニュースが飛び交う時ではなく、静まり返りみんなが半信半疑で見ていた時期なんです。つまり今のような時期です。では僕の分析です。今は価格停滞と技術の加速、そして実需の拡大、この3拍子が揃っています。目立つニュースが少ないからこそ投資家の視線が短期に陥りがちです。しかし本質はネットワークと実利用が伸びているということ。これは仮想通貨市場の土台、これが固まり始めた兆候です。僕は今の環境を準備期間の延長と捉えています。短期トレードで焦るより落ち着いて積み上げる時期。ここで動けるかどうかっていうのが未来の差になってきます。とはいえ、全てを長期で寝かせるだけではありません。こういう相場では
多少の運用のサイクルがある方が精神的にも楽です。僕の場合だと現物投資とは別にビットレード X の AI デイリーを併用しています。ロック期間がないので相場が不安定な時でも動かしやすいというのがあります。ここにおいてはしっかりとポートフォリオを組んで長期的に運用するというものと短期で見るもの、そこに分けて自分なりに戦略を立てて取り組んでいます。このビットレード X を使った戦略、この戦略については明日日曜日の午前11時から少しね、説明をしてみたいなと思います。これはウェビナーで行いたいと思っていますので、興味のある方は概要欄に明日のウェビナーのリンク、それを置いていますので、そちらの方来られてください。明日のウェビナーの対象者は、これまでビットレード X の説明を聞いた方で、これからビットレード X で投資をしようかなと思っている方、もうすでに始めている方に向けて、その方たちにどういった戦略を立てたらいいのか、これを少しね、説明してみたいなと思っております。はい。ということで、興味がある方は概要欄の僕の公式 LINE の方から AI と送ってもらったらビットレード X の登録リンクなども送りますので、そちらから参加の方されてみてください。そしてウェビナーは定期的に行っていますので、ぜひね、一度ビットレード X の説明っていうのもね、聞いてもらってもいいんじゃないかなと思います。はい。ではね、最後に今後の展望について話をしていきたいと思います。ビットコインは電力と金融の接点へ、イーサリアムは12月にインフラ強化へ、XRP は国際送金とステーブルコインで実需の拡大へ、短期のノイズではなく長期の構造変化、これが進んでいます。焦らず、しかし準備は進める。このバランスが今の相場では重要です。では、まとめていきます。アップトーバーは外れました。しかし相場は止まっていません。静かな時間こそ未来の差がつく。技術と利用が積み上がっている今はコツコツ積む人が勝つ相場になってくると思います。しっかりと情報収集しながら一緒に資産を増やしていきましょう。はい、本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。